お疲れ様です。お疲れ様です。戦前の日本の学生がね、管理を志望している場合にさ、内務省や大蔵省とかの中央官庁の他にも、日本列島の外に就職先として候補があったの知ってる？陸軍省とか海軍省に帝大卒の管理がめっちゃ少数だけどいたっていう話は聞いたことあるけど、両方とも東京だな。日本列島の外には大口の就職先があったんだ。すなわち、台湾総督府や朝鮮総督府、さらに時代が進むと関東朝や満州帝国など、日本本島から海を隔てた地域にある官庁に、大志を抱いて海を渡った官僚たちがおり、現在では批判ももちろんあるところだが、いわゆる植民地経営に熱意を傾けようとした、管理志望の学生、さらには中堅やベテラン官僚が存在した。今回は、それら海を隔てた官庁の中でも、日本の明治政府が対外戦争によって初めて割譲を受けた地域である台湾で、行政や軍事や司法を掌握した台湾総督府に君臨した最高権力者、台湾総督の解説を行いたい。明治政府の初めての植民地は朝鮮半島じゃないの？法的に割譲を受け、日本には植民地経営に関する法律も経験もないまま手探り状態での経営が始まったのが、台湾だった。なお、台湾総督やその官庁たる台湾総督府の話をするに際しては、日本の植民地経営という歴史的に批判も多い話題を扱うことになるので、美談ばかりになるわけがなく、むしろ暗部の方が多いが、今回の動画では台湾総督という人物にフォーカスし、今後アップを予定する動画では、台湾総督府という権力機構、台湾上陸作戦における日本軍の乱用、治安維持に関する問題点など日本の台湾統治における暗部にフォーカスして解説を行いたいと考えている。今回はそもそも台湾に日本の総督がいた時代には生を受けていない世代のご視聴者様もいることを考慮し、まずは入門編ということで台湾総督の解説をしたいと思う。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。明治維新で誕生した新政府は、初の本格的な対外戦争である日清戦争において、海戦及び陸戦にて勝利を収め、明治28年に新国都下関条約を締結し、日本は台湾の割譲を受けることになった。初代の台湾総督って誰なの？割譲に伴い、初代台湾総督に任命され台湾に上陸したのが、海軍大将の樺山助則だ。ミスター万有演説の薩摩軍人だな。樺山助則は海軍大臣時代、帝国議会で海軍予算の削減を主張する民党議員らに対し反発の功績を強調するすごい喧嘩腰の演説を敢行して、帝国議会を大混乱させた万有演説事件で有名だが、もともとは陸軍の人で、後に海軍に移籍し、軍令部長等を歴任した海軍の重鎮だった。明治政府は植民地経営の経験がなかったので、当然に法制度も整備されておらず、お雇い外国人の力も借りて大急ぎで台湾統治の方針を整えた。その結果、赴任する台湾総督たる樺山助則に対し、伊藤博文総理は、台湾総督の権限を決定づける、ある訓令を与えた。権限を決定づけるある訓令とは、赴任に際し政治対抗に関し訓令の件という長い名称なんだが、要するに、台湾総督においてはいちいち本国の政府に確認をしなくても臨機応変に措置を取っていいとする、ほぼフリーハンドの広範な権限を台湾総督に付与する訓令だった。樺山助則は軍隊を率いて台湾に上陸する関係上、その行使できる権限は軍事作戦にまたがる広範なものであり、黎明期の台湾総督の権能の広さが伺われる。台湾の人は割譲に反対しなかったの？もちろん反対の声は非常に強く、清国の支配下にあった台湾では抗日運動が著しく高まり、台湾民主国が樹立され独立宣言が発布された。しかし、樺山助則の統率する陸海軍は上陸作戦を開始し、激しい戦闘を繰り広げ、大本営に全島平定を報告できたのは上陸からようやく約5ヶ月が経過した時だった。さて、台湾に上陸した初代の台湾総督たる樺山助則だったが、この樺山助則を含め日本の台湾総督はおよそ50年の間に合計19名が就任している。そして、これら19名の台湾総督は、
それらの出自からして経路が大きく異なる複数のグループに分かれる。出自ってどう経路が異なるの？軍人なのか文官なのかの違いだ。いわゆる武官総督と称された陸軍の将軍や海軍の提督が就任したのが台湾総督府の歴史における初期と終盤、そして中期が文官総督たる官僚が台湾総督に就任した時期だ。なんで軍人総督の時代から官僚総督の時代になってまた軍人総督に戻ったの？権力闘争や日本を取り巻く時代情勢などが色濃く影響したんだが、そこら辺を詳しく解説しつつ、まずは初期の武官総督時代を見ていこう。ちなみにだが、台湾総督を語る上で、絶大な権限を有した台湾総督を補佐し、時には台湾総督以上に権限を振るった、歴史的には地味だが重要な役職が台湾総督府には存在した。地味だけど重要な役職ってどんな役職？台湾総督府のナンバー2にして実務を一手に担う黒子である、総務長官だ。この総務長官という役職名は変遷をたどっており、民政局長や民政長官と呼称した時代もあり、これらの呼称を時代ごとにこの動画では使いますが、要するに総督府のナンバー2なんだなとお考えいただければ大丈夫です。そのナンバー2も軍人が就任したの？いや、民政長官や総務長官には文官たる官僚が一貫して就任していた。農商務省や逓信省の官僚が就任した例もあるが、多くの場合は、戦前の中央官庁で大蔵省と双璧と謳われた権力官庁たる内務省の出身者が多かった。ゴーストップ事件で陸軍と喧嘩した官庁だね。内務省の担当行政の範囲は広く、警察行政や土木行政、地方行政のみならず、時期によっては植民地行政にも関与していたから、総督府の実務担当としては、治安も殖産公用も地方行政もカバーする内務省の官僚を抜擢しやすかったのかもね。総督は日清戦争の時から武官にするって決まってたの。割譲を受けて日本の伊藤博文内閣は台湾事務局を設置し、この事務局の会議で台湾総督を武官にするのか文官にするのかで大いに揉めたんだ。最終的には伊藤博文総理が武官にすると決断したんだが、この台湾事務局の会議において、文官総督案の採用を主張したある外務官僚がおり、この外務官僚は後年、大物の政党政治家となって文官総督案を実現させる執念を見せる。誰？外務官僚で政治家になった人って、吉田茂。吉田茂は世代的にもっと若い。この時に文官総督案を主張したのが、後に平民宰相と称された政治家、原敬だ。この時原敬はまだ外務次官だった。樺山さんの総督任期は長期にわたったのかな？樺山助則の総督在位は約1年ほどで、その期間のほとんどを樺山助則は台湾での軍事作戦に費やした。そして、樺山助則の実質的に次の台湾総督は、日露戦争で名声も批判も受けることになる有名な陸軍軍人だった。その2代目は誰？日露戦争で批判受けた軍人っていたっけ？厳密に言うと3代目なんだが、その台湾総督は、野木丸助だ。野木丸助は余順攻略戦や203高地という単語と共に後世に名を残し、というか残してしまい、日露戦争における同人の作戦指揮が適切だったのか不適切だったのかという論点については、今でも賛否両論あるところだ。厳密に言うと3代目ってことは、2代目総督がいたっていうこと？ 2 代目の台湾総督は、こちらも有名な軍人だが、ニコポンの異名を持つ桂太郎だった。同人は軍人とは思えない政治的力量を持ち、ニコニコ笑いながら肩をポンと叩いて修羅場を調整する達人だったことからこの異名がついた。後年、首相を何度も務めて敬遠時代を作ることになるんだが、台湾総督に就任していた期間は非常に短かった。ニコポンさんはメンバーシップの動画で語ってたね。桂太郎の総督任期が短かったのはなんでなの？これは歴代の台湾総督とは切っても切れない理由による。すなわち、日本本国における政界での権力闘争が理由だった。
桂太郎は長州閥の長寿として長年、陸軍大臣の座を虎視眈々と狙っていたところ、日本の政権が伊藤博文内閣から松方正義内閣に移行するタイミングで、陸軍大臣候補に桂太郎が偽せられたので、桂太郎は台湾総督をあっさり辞任して日本に帰国したんだ。陸将よりも総督の方がやれること多そうだけどね。宮中席次は台湾総督より国務大臣の方が上なんだ。それを考慮外としても、桂太郎は長年にわたって陸軍の行政分野で実績を積んだ軍政畑の軍人だったから、陸軍参長官の一角として軍政を総覧する陸軍大臣のポストは魅力的だったんだろうと思われる。そしたら桂太郎は台湾総督の座を投げ打って陸軍大臣になれたの？なれなかった。この時は陸将ポストを逃したんだ。桂太郎は敵を作らない処世術を遂行した政治力に長けた軍人だが、そうは言っても政敵はおり、政敵にして同じ陸軍の高島智之助と陸将ポストを争う構図となった。桂太郎には山形有朋の講演もあったんだが、結局、高島智之助が陸軍大臣に就任する運びとなった。ちなみに、この高島陸将は、とても短期間だけ設けられた役職である台湾副総督として、ちょっとだけ台湾に関わったことがある人物だ。桂太郎はわずか10日間台湾に在任しただけで、台湾総督の座を乃木希助にバトンタッチすることになった。後年の伊藤博文内閣で念願の陸将になるんだけどね。乃木希助の総督在任期間は長期にわたったのかな？だいたい1年4ヶ月程度の短い任期で乃木希助は辞表を提出した。辞任の理由は？今回は日本本国の権力闘争ではなく、台湾総督府における人事構想が原因だったとされる。人事構想の具体的説明を。この構想の主役は、台湾総督府の汚職追及に燃える男、高野武則という裁判官だった。裁判官が汚職追及するの？検察官じゃなくて？現在の日本の司法制度では、判検交留という人事交換は存在したものの、裁判所と検察はあくまで別組織であり、控訴提起や犯罪捜査を行うのは検察官、判決により判断をするのが裁判官という別棟の構造だ。しかし、戦前は地裁の部局に検事局があり、裁判所と検察を司法省という大元の役所がまとめて統制するなど、今とは結構違う構造だった。この高野武則は検事に任用されて後に裁判官としてキャリアを積み、台湾総督府の高等法院長及び法務部長をしていた。この人は汚職の摘発に熱心な人で、総督府の高官にも容赦なく家宅捜索や逮捕を繰り出して汚職一掃に先進したのが災いしたのか、東京の判断により、法務部長や高等法院長職の解任を食らってしまう。一徹な性格だった高野武則はこれに猛反発し、帝国憲法における司法官の身分保障を盾にとって抵抗を試みたが、台湾総督府は警察力をもって高野武則を職場から排除。これを受けて、高野武則を慕う他の司法官も辞職するという騒ぎとなった。この人事構想の責任を取ったのか、はたまた嫌気がさしたのか、乃木希助は自ら辞表を提出し、台湾を去っていった。乃木希助の次の台湾総督も有名な人なの？次の台湾総督は、これまた後年に日露戦争で名を挙げた軍人、児玉源太郎だった。ただし、児玉源太郎は中央でも要職を務めながらの掛け持ち総督だったので、児玉源太郎に代わって実質的に台湾総督府を取り仕切った人物がおり、この人物が、歴代の台湾総督府の幹部連の中でも指折りの仕事人だった。誰？その仕事人って？民政長官の後藤新平だ。後藤新平は後年、都市計画課として大規模な計画を立案していった経緯から大風呂敷というあだ名を付けられたが、同人は民政長官を務めた後、満鉄総裁や内務大臣、東京市長を歴任した実務の辣腕家だった。もともとお医者さんなんだよね。医者としての腕だけでなく、行政的手腕に長けていたようで、児玉源太郎とは外征した兵員が疫病を国内で広めないようにする検疫業務を通じて知り合い、後藤新平の腕を見込んだ児玉源太郎が同人を抜擢したそうだ。後藤新平は台湾行政で何をしたの？まず、行政を展開する前提としての調査事業に力を注いだ点が注目される。後藤新平としては、
台湾には台湾の社会の慣習や制度があり、これを無理に変えようとすると反発と混乱が生じるから、まずは台湾のこれら慣習や制度を丹念に調査し、当局としてそれらに通用した上で、台湾総督府は行政を展開する必要があるという考えを持っており、これを実行した。具体的には、調査会を発足させ、学者も交えて調査研究を遂行し、研究結果を文献化した。ちなみに、この時に台湾総督府が編纂した台湾の司法や申告の行政法に関する研究成果をまとめた文献は、現在では貴重な資料になっているそうだ。また、後藤新平は人材登用にも奔走し、当時アメリカにいた、現在の日本人にとっても印象深い日本人を台湾総督府に招聘している。この人はお札の顔にもなった人だ。福沢諭吉。ニトベイナ像だ。今は違うが昔の5000円札にご尊顔が印刷されていた。同人は教育者としても有名だが、農学にも造詣が深く、台湾総督府では殖産工業の発展や、製陶業振興のためサトウキビの普及改良事業に努めるなどした。ただし、製陶業振興にかかる後藤新平の狙いは、日本の財閥資本に勧誘地を無償で貸し付けたり補助金を投入することでガンガン支援することで、財閥資本の振興を図ったのであり、純粋に台湾の繁栄を願ってのことではないとする指摘があることは付言しておく。さらに、後藤新平は土陽港の統一、発電所の建設、道路や鉄道の敷設といった産業並びに交通政策も実行し、台湾におけるインフラの整備に執念を燃やした。水を差すようだが、いいことばっかりしたのかね。ここでアヘンの話をしよう。申告を病魔に追いやったとまで言われる麻薬のアヘンだが、このアヘンは台湾にも流通していた。台湾総督府のアヘン政策に関する方針を決定する際、害悪しかもたらさないアヘンは台湾において完全に禁止すべきであるとする意見もあったが、他方、アヘンを完全に禁止すると民心を刺激して抗日放棄を弱気し、台湾総督府は必要以上の軍事力を常に維持しなければならなくなるという懸念も指摘されていた。そこで後藤新平は、アヘンを完全に禁止するのではなく、全禁策を採用した。全禁策って何をやるの？アヘンに対する税金を増税してアヘン吸引者や業者による購入のハードルを上げ、かつ、アヘンの吸引を総督府による許可制にして制限を設け、徐々にアヘン吸引者を減らす方策だ。これによりアヘン常習者は前減したとされるが、後藤新平のアヘン全禁策には批判もある。どんな批判があるの？台湾総督府がアヘンの吸引免許の発行を完全に停止したのは、日本が割譲により台湾に上陸してから50年後という長期にわたったので、台湾総督府としては、貴重な収入源であるアヘン専売による収入が歳入に占める割合が大きく、この財政的な理由も影響して完全禁止ではなく全禁策を採用したのではないかという批判だ。また、後藤新平は星製薬という大製薬会社との関係が深く、台湾でのアヘン購入をめぐって台湾アヘン事件という疑獄事件も起きている。この疑獄事件で起訴された星製薬の社長である星はじめは、一審で有罪判決を受けて二審で無罪判決を受けるという、権力闘争絡みで起訴されたんではないかという疑念が生ずるような事件だった。ちなみに、この星製薬社長の星はじめの息子さんが、SF 作家として有名な星新一さんだ。ショートの人じゃないか。また、後藤新平の導入した制度として、効果は高いが評判が悪かったものとして、歩行制度が挙げられる。歩行制度の起源は中国の清代や宋代にあり、清朝もこれを採用した制度だ。なんか世界史で若干見た記憶があるけど、歩行制度ってどんな制度だっけ？住民を10個で公とし、10個で補として行政機関の末端組織に編成して統制を試みた制度だ。台湾総督府は、この歩行を警察の下部組織として存続させ、人口調査や相互監視などを担わせた。特に評判が悪かったのが歩行の連座制で、法令違反等があった場合には違反者の属する公や保の構成員らが連帯責任として罰金を課されたらしい。それはやだな。児玉源太郎総督以降も武漢総督時代が続くの。児玉源太郎の参謀総長就任に伴い、それ以降3代にわたって陸軍軍人が引き続き総督に就任し、大正デモクラシーが優勢を極めるまで続く。
この3代の中でも有名なのは、第7代台湾総督の、日露戦争では対露諜報戦に活躍した明石元次郎だろう。そして、台湾には文官総督の時代がやってくる。総督職は軍の既得権益だったろうに、なんで文官に譲り渡すことになったの？先ほど言及した、文官総督案を是とする原敬が首相になり、自前の内閣を組閣したからだ。外務次官時代に果たせなかった文官総督を、原敬は自身の内閣で実現させ、第8代として文官としては初代の台湾総督に、田健次郎を任命した。この人は警察畑から、通信等を司る逓信省に移ってキャリアを積んだ官僚だ。武官総督から文官総督に移行して何か総督の権限は変わったの？重要な部分が変更となった。すなわち、明治憲法下では、軍の統帥権は天皇にあり、政府は軍の傭兵に口出しができない構造だったんだが、台湾総督は別位で、本国では統帥権の独立により首相は軍の作戦に了解できないにもかかわらず、いわばミニ首相たる台湾総督は台湾に駐屯する軍の指揮命令権を掌握しており、当該軍を指揮できるという大きな権限を持っていた。これは台湾総督が軍人だから行使できた権限でもあったんだが、文官総督に移行するに伴い、軍の既得権益保持の執念が具現化したのか、明石元次郎時代に創設された台湾軍につき、同軍の指揮権限は文官総督ではなく台湾軍司令官に付与され、総督は軍の指揮権を失うこととなった。文官総督は台湾軍に何もできなくなったの？安寧保持のため必要な時は、台湾軍司令官に対し、兵力の使用を請求することができるという権限は残された。実効性があるのか疑問だけどね。要するに台湾総督の権限が小さくなったんだね。やっぱりね、台湾総督の軍事的な絶頂期は、万有演説の樺山助の海軍大将の時代だったように思う。さて、文官総督移行に伴い、もう一つ台湾総督職に顕著となった特徴について話をしておこう。顕著な特徴って何？日本の政界における権力闘争の影響を受けやすくなったんだ。時は大正デモクラシー真っ盛りで、日本には政友会と後の民政党との二大政党制が確立されつつあった時代なので、台湾総督というポストの人選にも政党色が色濃くなった。その結果、中央で政権交代が起きると、例えば旧与党だった政友会系の台湾総督がバッサリ更迭され、新与党である民政党系の官僚が台湾総督に抜擢されるという、党派的な人事傾向が目立ち始める。総督が政党によって変わると総督府の部下も変わったの？新しい政党系官僚の総督が、自身の腹心であるこれも官僚の総務長官を起用しようとしたところ、そいつは官歴が浅すぎるとして既存の総督府官僚らから反発を受けたので、俄然と対抗を試みた新総督は、反対派を総督府から一掃して自身の腹心を無事に総務長官に起用するという人事劇もあったようだ。こうして第8代の田健次郎総督から第16代の中川総督まで、内務省、逓信省、農商務省などの植民地行政や警察行政に通じた官僚らが続々と総督となっては辞職し更迭されを繰り返したが、やがて文官総督を要していた平和な時代は終わりを告げ、再び武官総督の時代がやってくる。なんでまた軍人の総督に戻ったの？まず、犬飼剛首相が515事件で凶弾に倒れたことにより政党内閣の時代は終わりを告げ、さらに、風雲急を告げる事態が台湾の接する大陸で起きたからだ。どんな事件が大陸で起きたの？日中戦争の開始の合図となった盧溝橋事件だ。この盧溝橋事件に端を発する中国大陸での核作戦の遂行に伴い、航空基地や補給基地としての台湾が持つ軍事的重要性が飛躍的に高まったことで、再び軍人が台湾総督に就任することとなった。この時は予備役海軍大将の小林総督が就任した。小林総督以降の、同じく海軍の長谷川総督、そして最後の台湾総督である陸軍大将の安藤総督に至るまで、戦時色を深める台湾において再び軍部による支配が強まることとなった。どんな政策に関して軍部の支配が強まったの？台湾における相次ぐ増税による戦費調達や、
軍部の肝入りで大陸に樹立された傀儡政権の中堅幹部としての人材派遣、軍部や通訳としての事実上の徴用、果ては徴兵などだ。特に大東亜戦争開戦後、台湾総督府と台湾軍との力関係は台湾軍に圧倒的に優位になったそうで、戦後は警察庁長官や官房長官として剛腕ぶりを発揮することになる後藤田正治は、当時陸軍に徴兵されて台湾軍に勤めていたんだが、総督府の役人に対する台湾軍の陸軍将校の高圧的な態度や要求を批判的に解雇している。さて、兵員と装備の急拡大により台湾軍から進化した第10方面軍司令官を務めていた安藤大将は、貧乏くじという同情の声もあるが、最後の台湾総督に就任した。しかし、日本はポツダム宣言を受諾。安藤総督は台北市で連合国軍に対する投降式に出席し、降伏文書を上呈。日本による台湾統治は正式に終わりを告げた。さて、台湾総督の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸豊洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。